学生時代は輪ゴムを醤油につけて食べていましたヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビを飼育するにあたってのお金の問題、もっと飼育費用が安かったらな、下がったらなって思ってる方に朗報のお話をしたいと思います。やっぱりないからね、輪ゴムでも食べるかって言ってね、基本は醤油なんですけど、今日はちょっとカロリー欲しいっていう時はマヨネーズだったり、イタリアンな雰囲気が欲しいっていう時はケチャップだったり、主食は輪ゴムです。今ではもやしに進化しました。電気代上がっていますね。真夏真冬は電気代が上がりがちなんじゃないかなと思いますけれども、大体ねボールパイソンを飼育するにあたって、一番お金を食うのは電気代だと思うんですね。なので、その電気代を少しでも下げることができれば飼育費用も少し安くなるんじゃないかなと思います。なのでボールパイソンの飼育費用を下げるにあたってご検討いただきたいものの一つ目はですね、インキュベーター。当店でもねウィルバンクスっていう会社と一緒に作ったインキュベーターがあるんですけど、あれねすごく優秀で、インキュベーターってフランキーって意味で、要はもともとは卵を返す機械なんですね。で卵ってどういうふうにこう返していくかって言ったら、ボールパイソンからでもいいですし、鶏からでもいいですし、他の生き物からでもいいですけど、卵が生まれたら一定の温度湿度を保ってあげることで順調に発達していって、ピヨッと赤ちゃんが出てくるっていう感じになるんです。なので温度が高すぎたり低すぎたりすると、その中の卵がダメになっちゃうので、かなりシビアに作られているんですね。うちで扱っているインキュベーターも温度をセットしたらもうほぼ誤差がないように、空間の上の方と下の方も温度差がほぼないように作られているんですけど、こうやってね飼育にも使えるんです。例えばボールパイソン、温度一定で育てるんだったら30度にぐらいにするといいんじゃないですかってお話をしていて、温度勾配をつけるとより良かったりするんですけど、高いところで32度、低いところで28度ぐらいの温度勾配をつけると、自分で寒い時は暖かいところ行って、暑い時は涼しいところ行ってっていう風に動いてくれるんですけど、それがちょっと環境を作るのが難しいっていう場合はもう30度弱でバチッと決めて飼育をしたらいいと思っています。でそれがね実現できるんですね。インキュベーターだと30度って設定したら、どんなに外気温、外の環境がアップダウンがあってもプラスマイナスがほぼない状態で飼育することができるので、これめっちゃ良いと。夏ねめっちゃ暑い日にエアコンガーッつけなきゃいけない。例えば自分は学校に行く、会社に行く、でもボールパイソンを飼うためにエアコンブワーってつけなきゃいけないとか、真冬にね自分は映画に行く、デートに行く、なんかに行くっていう時に家に誰もいないんだけどエアコンバーンつけなきゃいけないっていうのも避けられます。意外とね消費電力も少ないので、ホームページとかに書いてあるので見ていただきたいんですけど、エアコンつけるより安いでしょう。しかもエアコンだけじゃなくてエアコンプラスヒート系の保温器具を使ってあげるといいですよっていうふうに言っています。あとは、温度計とか、あと温度が上がりすぎた時に自動で切れるようなサーモスタットっていう機械とかっていうのを使って飼育すると、こういう環境で飼育することができるんですけど、ちょっと飼育費用を抑えたい、電気代を抑えたいっていう場合はインキュベーターだけボンと置けば、それで節電した飼育ができるんじゃないかなと思うのでおすすめです。ボールパイソンの飼育費用を下げたい時に効果的なもの2つ目はラットです。ちゃんとこれうちで販売している冷凍ラットなんですが、ボールパイソン基本的にですねネズミを食べていきます。日本で飼育されているボールパイソンの多くはハツカネズミっていうマウスを使われることが多いと思うんですけど、マウスってねこんぐらいで成長止まるんですよ。もうどんなに大きいリタイアサイズって言われるマウスでもこれぐらいで止まっちゃうんですけど、ボールパイソン大きくなればなるほどそれじゃ足りないから、1匹あげて2匹あげて3匹あげて4匹あげてっていうのが必要になってきます。でもラットはこれビッグサイズっていうサイズのラットなんですけど、大きくしようと思えばもっと大きくなるんですね。なので最初はラットの方が高いんですけど、最終的にはラットの方が1匹で済むので安くなります。なのでボールパイソンを飼育するにあたって飼育費用を抑えたいという場合はラットをあげるといいんじゃないかなと思います。同じサイズだとね、マウスとラットだとラットの方が高いんですね。だからちっちゃい時はマウスあげといて、マウス1匹2匹じゃ足りなくなってきたっていう時にラットに切り替えればいいんじゃないって思うと思うんですけど、ボールパイソンってねちっちゃい頃から食べてたものに慣れちゃうと違うものを食べにくくなっちゃうんですね。なのでちっちゃい時にマウスあげて、そろそろラットあげた方が安くなるかなと思ってラットに切り替えようとしてもうまく切り替わらないので無限マウス編に突入したりするんですけど、ちっちゃい時からラットをあげていれば大きくなってもそのラットを食べてくれるので、どこかでねひっくり返る時が来ますから、ボールパイソンは長く生きる生き物なので、もし飼育費を抑えたいという場合は
ラットを最初からあげると良いかなと思います。健康にもね、ラットの方が良いと僕は考えていますので、ボールパイソンを飼育するにあたって飼育費を下げられるものを2つご紹介しました。どちらもうちで販売しているので、お前のところ1000年かいって思ったかもしれないんですけど、でも違う、本当に考えてどうやったら下がるかなっていろいろ考えた結果、やっぱりね、とってもいいラットとインキュベーターなので、ボールパイソンを飼ってみたいんだけど、ちょっと飼育費用が気になってもうちょっと安ければいいのになという方は、ぜひご検討いただくといいんじゃないかなと思います。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は、概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。